ブスルース走法、ウェーブセクションを突っ切る新たな走り方です。これにはマシンの幅を細く変形させる必要があります。そしてこのプロトタイプマシン、ラドーはウェーブスルース走法を実現して、ジャパンカップジュニアサーキットの周回を成功させました。とても面白い可能性を示してくれました。そして問題点も明らかになりました。問題点はこれらになります。マシンの幅がまだ広く少しでも曲がるとウェーブに当たります。変形速度が遅く 100% の速さで走れないです。変形解除のトルク不足で負荷がかかると遅いです。より細くよりよくより速くより強くしたマシンを作ります。それでは製作へレッツゴー。変形部のアームから着手します。前回の変形速度は 0.08 秒でした。これでも速くはしたのですがまだまだ足りないです。変形はストレートセクション1枚で完了させる必要があります。つまりここからここまでです。そして変形解除もストレート1枚で完了させます。自己ベストマシンでストレート1枚の通過時間を測ってみましょう。0.04 秒。つまり2倍のスピードアップが必要です。より高性能なサーボを変えましたが、スペック上 0.01 秒改善するレベルです。小型サーボを使うことをやめます。コアレスモーターを使います。トルクが足りないし、トルクを得るにはギアの段が多くなりますよ。ウォームギアを使います。この2つのギアだけでギア比は1対22です。すごくシンプルで小スペースです。試作機を作ります。駆動チェック。いい感じです。思った以上に速いです。トルクチェック。負荷をかけます。結構パワーがあります。グッドです。シャーシを試作します。試作シャーシ1号です。試作シャーシ2号です。試作シャーシ3号です。なんというか部品を詰めておいていて、それが形状になっているような感じです。あとゲームウォッチです。シャーシが短すぎて安定感にも不安があります。ボツ。試作シャーシ4号です。より高性能な ESC を搭載するようにしました。センサー置き場も追加しています。試作シャーシ5号です。外見も部品置き場からマシンな見た目になりました。合成も向上しています。本番シャーシを印刷します。うにょーん。アーム部の印刷精度向上のため縦置きで印刷しています。精度は上がりますが印刷時間の倍増と多くのサポート材の除去がネックです。最終版シャーシです。ローラーステーブも作りました。マシンの走行にはブラシレスモーターを使います。制御回路が必要になるので回路製作に進みます。実装基板図を描きます。まずは部品を散らばらせます。センサーとスイッチのコネクターを配置します。電源関係を配置します。抵抗の位置を整えます。配置を試行錯誤します。大まかな配置でサイズを測ります。基板のサイズが大きくなりすぎています。基板サイズがマシンの幅に直結するので何とかします。チック抵抗をさらに小さいものに変更することを考えます。小さいと部品を乗せるのが難しくなるので迷っています。2サイズダウンすることにしました。買いに行きます。着きました。買いました。美味しい。実作。基板の小型化が重要なので実装の時に頑張ります。買ってきた部品に合わせて修正しました。大体の配置が決まったので配線をしていきます。モータードライバーの配線をします。表面実装 IC でいつもとピッチが違うのでなかなか感覚が違います。慣れましょう。表配線と裏配線をつなぐビアのやり方がわからん。試行錯誤タイム。わかった。できるようになりました。配線もつなげては修正をしてを繰り返していい感じにしていきます。今回は初めての両面配線です。難しいが楽しい。モータードライバーの配線が一段落しました。喜びますの舞。次は抵抗が並んでいる箇所に取り掛かります。スペースがあるので抵抗をワンサイズ上げています。コネクタと抵抗をつなげます。電源周りを配線します。ブラシレスモーターのモータードライバーの配線をします。配置と配線が予約終わりました。ブランドの塗りつぶしをします。最後に台形を描きます。基板設計完了です。いや、大変だった。でもできることが増えてグッドです。それに気持ちいい回路になりました。基板を発注します。基板台形の左上に補助座標を設定します。発注データを出力していきます。出力レイヤーを確認します。今回はデフォルトにしました。原点に補助座標を使用します。ガーバーファイルを出力します。ドリルファイルを生成します。これで回路挙動でやることはやりました。先ほど出力したデータをフォルダにまとめます。このフォルダを ZIP 形式で圧縮します。発注データ完成です。PCBWay のサイトに行きます。インスタント見積もりからクイックオーダー基板へ進みます。発注データをアップロードします。プレビューを確認します。オンライン側バビューアでより詳細に確認します。発注の設定をしていきます。わからない用語は説明を見ながら設定していきます。軽量化のために基板を薄くします。あとはデフォルトにしています。メタルマスクも作ってもらいます。表面実装でハンダを塗りやすくする方です。てか10ドルでできるのか、安い。基板に至っては5枚で5ドルですからね。発注の設定が完了しました。配送方法を選びます。カートに追加して情報を入力して発注完了です。
届きました。こちらがステンシルです。これが個人でも小ロットで発注できるのがすごいです。ステンシル込みで15ドルですからね。制作がはかどる時代です。基板固定板を印刷しました。基板をはめ込みます。固定板をテープで固定します。ステンシルを乗せます。位置を合わせます。テープで留めます。ペーストハンダを出します。どのくらい出せばいいのかわからん感覚でやっています。ハンダを塗り広げます。一部ハンダが塗れていない箇所があります。少しハンダを足します。再度塗り広げます。オープン。しっかりとハンダが塗られています。グッドです。素子を乗せていきます。モータードライバー IC を乗せます。カメラがあることで真上から見られなくてかなり難しいです。ずれた。こうします。素子をすべて乗せ終わりました。リフローをします。ホットプレートに基板を乗せて温めることでハンダを溶かします。まずは140度で予熱します。どんどん温度が上がっていきます。140度で2分ほど待ちます。次に200度まで温度を上げます。ハンダが溶けてきました。面白いです。ハンダが溶けたので基板を取り出して冷まします。こんな感じになりました。モータードライバー IC がダメです。ハンダがブリッジしていますね。それどころか IC を逆さまにしていました。図工、再び熱して IC を取り外します。正しく取り付けてリフローします。修正が楽で素晴らしい。表面実装部品のリフローが完了しました。ピンソケットを取り付けます。ハンダ付けします。インがいつもの2倍の密度なので難しいです。コンデンサを取り付けます。足を切ります。ハンダ付けします。DC-DC コンバーターを取り付けます。ハンダ付けします。電子部品のハンダ付けが完了しました。今回初めて表面実装のリフローをしました。敷居が高いイメージでしたが思ったよりも簡単にできました。必要な道具も安かったですからね。できることが増えてハイパーグッドです。配線をします。配線完了です。小型コネクターを使うようにしたのでめちゃめちゃ大変でした。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを搭載します。フランジベアリングを取り付けます。ブラシレスモーターを搭載します。固定します。フロントスキットローラーを取り付けます。接着します。とスイッチを取り付けます。これでアームの位置を検知します。カラーセンサーを取り付けます。距離センサーを取り付けます。基板を搭載します。ESC を搭載します。マイコンを取り付けます。距離センサーケーブルを接続します。カラーセンサーケーブルを接続します。リミットスイッチケーブルを接続します。ブラシレスモーターケーブルを接続します。モーターケーブルを接続します。バッテリーを搭載します。ギアを取り付けます。グリス塗り塗り、オームギアチェック。スルスルグッドです。アームを差し込みます。シャフト先端を潰して抜け止めします。ここでアームのプログラミングをしていたら問題が発生しました。オームギアが抜けたようなので取り出します。は？モーターの軸から抜けました。これはマジでやばい。モーターはすでに接着しているので後ろから押しても取り出せなくなりました。アセトンもダメでしたね。てかモーターの後ろ変形するくらい押してますね。ちょっと考えます。シャーシ乗せ替えるか。距離センサーを外します。こちらも接着しているので外れません。シャーシを壊して取り出します。あと1頭で完成だったんですよね。他の方法を探します。影響の少ない箇所に穴を開けてバイスでモーターを押し出します。先にネジが曲がりました。やるしかないようです。モーターの軸の長さに合わせて金属棒を切り出します。接着剤を塗ります。オームギアに圧入します。回転させると軸が斜めになっています。作り直します。シャーシのモデルをスライサーソフトに読み込ませます。スライスします。シャーシを印刷します。シャーシを印刷しました。サポート材を除去します。仕上げをします。シャーシの乗せ替え完了です。これで進みます。スキットローラーを取り付けます。固定します。リアローラーを取り付けます。固定します。フロントローラーを取り付けます。固定します。
できました。超長距電動変形車足。マシン名は超ナドウです。罠道を進みます。あまりに狭いマシン幅はウェーブスルー走法を実現させます。コース幅 115mm に対してマシン幅は 50mm、初代画道から 20mm さらに狭くなっています。通常時はマシン幅を広めて安定した走行をします。ブラシレスモーターは速さを生みます。てか変形走行中に真横になったスキッドローラーこすりませんか？ステーの底面に触れる箇所を斜めにカットしています。アームは斜め上を向くようになり横向きのスキッドローラーは浮きます。重量チェック。73.74g。意外と軽い。動作を確認します。距離センサーチェック。物体との距離に応じてセンサーの値が変動します。カラーセンサーチェック。床の色の変化でセンサーの値が変動します。変形チェック。キリキリグッドです。変形時間チェック。0.07 秒、0.01 秒の短縮です。目標は 0.04 秒なのでまだ遅いです。残念ではありますがこの方法で変形できたのが嬉しいです。これからも模索していきます。ブラシレスモーターチェック。スライダーで速度を設定できます。求める動作は全て正常に動きました。ハイパーグッドです。コースに移ります。セクション検知チェック。赤いカーブセクションとその後の白いストレートセクションの色の変化で変形タイミングを検知します。ウェーブ検知チェック。マシンはウェーブセクションを直進するとくぼんだ壁から距離が離れます。これを検知して変形解除を行います。変形チェック。グッドです。ウェーブスルーチェック。マシンはとても細くなっています。壁との距離にも余裕があります。これなら多少曲がっても壁に当たらないでしょう。動作確認終わり。それでは走らせます。出力 30%、5。大暴れです。変形解除のタイミングがおかしいです。ウェーブセクションカメラ。逆走ではアームは動かないです。無理やりウェーブを通過しているのでアームの破損が心配です。スロー。綺麗なウェーブスルー。変形の勢いが強くてマシンの向きが変わっています。内側に向きが変わるのは想定外です。外側に向きが変わると思っていたので左モーターの出力を上げてマシンを内側へ斜め走行するようにしていました。それでさらに内側に向かって走っていたのですね。2レーン目は想定した動作でした。変形の勢いでマシンが外側を向きました。斜め走行で内側に向かって走っています。まさに求めていた動きです。ですが変形解除が行われません。プログラムを修正してきました。斜め走行も抜いています。グッドです。フロントのアーム大丈夫ですか？ギアの遊びの影響でダルダルになっています。そのため壁に当たっても力は加わらないので問題ないです。それではコースに戻りましょう。出力 30%、5。お、ちゃんと走っています。ナイス。停止も動作しています。ウェーブセクションカメラ。これかなりうまくいってるぞ。安定もしています。スロー。変形開始が遅いです。プログラム的には待ち時間を入れていないのでモーターの回り出しが遅いのかしら。ギリギリで間に合いました。そしてすぐに変形解除に移っています。変形解除は逆に始動が早すぎてウェーブ出口にマシンを押し上げています。悪くはないのですが綺麗なウェーブスルーにはならないので微妙です。ですがアームのトルクがかなり上がったということなのでそこはグッドです。あと変形するとタイマーすらスルーすると思っていましたが変形タイミング的にアームを検知できるのでタイマーを使うことにします。出力 50%。5。うまく走れていない気がします。いやなんか飛んだぞ。自動停止も効きません。ウェーブセクションカメラ。今のグッド。壊れました。どうやらフロントアームが動かなくなったようです。スロー。ここは OK。2レーン目。完璧。いいスピードで飛び込んできました。壁をかわすような変形。
そして壁には触れていません。変形解除タイミングも完璧です。ウェーブスルー双方に希望を持たせるいい走りです。3レーン目。すでに細くなっています。リアアームは動いていますがフロントアームが不動です。原因を調査します。レーンチェンジの壁に当たった衝撃でフロントアームがこじ開けられてしまいました。さらにカーブ突入の衝撃でリアアームもこじ開けられています。フロントアームのピニオンが吹っ飛んでいきました。そんな状態で走行した結果、アームの根元が割れてしまいました。50% の出力はこのシャーシでは耐えられないようです。ここまでにします。ウェーブスルーについて色々と収穫がありましたね。今回の結果で今の方式では2秒切りのウェーブスルー走法が難しいことが分かりました。問題点もですが壊れたおかげで限界が分かったのはとても良かったです。そしてまたアイデアを思いついてしまいました。出力 50% の2レーン目がかなり良かったのでまだまだ諦めません。最後にいい走りを見せてくれましたね。感謝。今回は PCBA で両面基板を発注しました。初めての表面実装でしたが思ったより難しくなかったです。特にステンシルが良かったです。あれがなかったらランド一つずつにハンダを塗ることになるので無理ですね。表面実装は小型化にマストなのでこれからも活用していきます。 PCBA が気になった方は概要欄の URL から見てみてください。それではまたのし。